にちは。画家と美術の先生をしてますすみのです。今日は私がドハマりしているインド映画 RRR が面白かった人向けにタイプ別で4つの映画をおすすめしたいと思います。 RRR が面白かったよっていう風にいろんな人から話聞いてるんですけど、結構みんな刺さってるポイントが違うみたいなんですよ。アクションが良かったっていう人もいれば、感動するからいいっていう人もいれば、女優さんが綺麗だったみたいに言う人もいるし、本当にいろいろなんですよ。なので4つのポイントに分けて紹介しようと思います。1つ目のポイントは神がかったアクションですね。アクションがめちゃめちゃ面白かったっていう人向けのおすすめインド映画。そして2つ目は RRR の爽快感がたまんないっていう人向けですね。そして3つ目は俳優さんのビジュアルが本当に美しかったから良かったっていう人向けのおすすめ。そして4つ目は俳優さんのスター性がたまんないっていう人ですね。それらの4つのポイントからおすすめ映画を話していきたいと思います。まずは1つ目の少年漫画のようなアクションがすごかったっていう人ですね。いやもう本当にアクションはめっちゃいいですよね。夢のアクションじゃないですか。私たちが子供の頃に夢見ていたような、こうなったらいいなみたいなアクションを自然にやってのけてくれちゃう。これはもう本当にラージャマウリ監督のお力だと思うんですけど、その夢のアクションが良かったよっていう方に向けてはやっぱり同じラージャマウリ監督のバーフバリがおすすめです。こちらは1本3時間近くあるものなんですけど、前編と後編に分かれていて、私は特に後編が本当に面白いと思います。ちなみに前編は伝説誕生、後半は王の凱旋っていう名前になってます。このバーフバリは本当に女性もかっこいいんですよ。バーフバリというその主人公がかっこいいのは当たり前なんですけど、女性もめちゃめちゃかっこいいです。私バーフバリ見た直後は憧れの女性デーバセーナヒっていうヒロインにしてました。それぐらい本当にかっこいいんですよ。あとバーフバリの良さはインドの力強さも感じることができます。もともとこの話はなんかインドの神話みたいな感じなんですね。なのでファンタジーだから何でもありって感じで、もうとにかく主人公バーフバリがめちゃめちゃ無敵強靭な体を持ってて、アクションもそんなことできるのみたいなことをたくさんやってるんですよ。めちゃめちゃかっこいいので RRR のアクションに心を奪われた方は絶対に見てほしいです。ちなみにやっぱりラージャマウリ監督がめちゃめちゃいいなっていう風に思っていただけた方はバーフバリにプラスしてぜひマガディーラとマッキーも見てほしいです。マガディーラはラーマ役のラームチャランさんが主役なんで絶対楽しめると思います。そしてマッキーはコメディで現代の話なんですけど、これも私めっちゃ笑っちゃって、なんか笑いが止まらなくなっちゃうぐらい面白かったんで、これもおすすめです。そして2つ目、RRR の爽快感が良かったっていう方いらっしゃると思います。要するにもう感動して感情が高ぶってうわーうわーみたいになるやつですね。そういう方はきっとうまくいくをぜひ見てください。きっとうまくいくは多分日本人で見ている方すごく多いと思うんですけど、この映画を見ずしてインド映画は語れないと思います。本当に面白いので見てほしいです。エリート大学の工学部を舞台にインドの熾烈な学歴社会を描いた社会問題を取り扱った話になります。内容は結構重たいんですけど、歌って踊って本当に笑えて感動してっていう感じの、もう心が温まる話なんですよ。でしかもこれ見終わった後全てのことにやる気が出ます。なんでぜひ見てほしいです。きっとうまくいくをおすすめした友達がすぐ見てくれてめっちゃやる気出たって言ってくれたんで嬉しかったです。そして3つ目、 RRR の女優さんの美しさに心奪われたっていう風な方もいらっしゃるみたいなんですけど、もうそれで言うと私は恋する輪廻オームシャンティオームっていう映画をおすすめします。私がこの映画を初めて見たのは10年近く前にインドに初めて行く少し前にこの映画を鑑賞したんですよ。インドでめちゃめちゃ有名なシャールク・カーンっていう俳優さんが出ていて、当時は若手だったディーピカー・パードコーンさんっていう女優さんが出てるんですけど、このディーピカー・パードコーンさんが本当に美しいんですよ。私こんなに美しい人がこの世にいるのかって思うぐらいびっくりしちゃって、初めてローマの休日を見てオードリー・ヘップバーンさんの美しさに心を射抜かれた時と同じぐらいの衝撃がありました。本当に美しかったです。ストーリーも目を離せない面白さで、後半はどんでん返しがあるんですよ。ぜひぜひ。でさらにもう本当にこうビジュアルって言ったんですけど、
映画自体がめちゃめちゃ華やかなんですよ。カラフルで明るくて見ると元気が出ます。ちょっとこう目の保養にめちゃめちゃいいと思うので、ぜひこの映画も見てみてください。そして4つ目、RRR の俳優さんのスター性に心奪われたっていう方、たくさんいらっしゃると思います。本当にラーマ役のラームチャランさんも、コムランビーム役の NTR ジュニアさんもかっこいいじゃないですか。演技もめちゃめちゃうまいし、かっこいいと思わずにはいられないっていう感じですよね。そんな方におすすめなのがマスター先生が来るっていう映画です。私この映画をインド沼の方におすすめしていただいて映画館で見てきたんですよ。もうそしたら主人公がかっこよすぎて、なんか魅力的すぎてびっくりしました。心をつかみに来る演技、その人のことを好きにならざるを得ない演技っていうのがあると思うんですけど、これは本当にかっこよくて、しかもなんか可愛いんですよ。ちょっと暴力的なシーンとか多くて、12歳以上の人しか見ないでねっていう映画なんですけど、なんか RRR と同じテンションの上がり方するんですよね。そのかっこいいみたいなところが。ただこの映画をおすすめするにあって心苦しいのが、この映画まだ映画館でしか見られないんですよ。しかも一部の映画館でしか見れないんですよ。ぜひこの映画をもっと多くの人が見て、日本でも気軽に見れるような映画になってほしいなって思います。本当に面白かったんですよ。この主人公 JD の役をやってるビジャイさん、このビジャイさんはタミル語映画の中でスターらしいんですけど、タミル語映画ってなかなか日本で見る機会ないんですよね。本当に日本のインドの熱狂的なファンの方だけじゃなくって、もっともっと多くの人にこの映画を知ってもらいたいです。映画関係の方がこちらを見ていらっしゃったら、ぜひタミル語映画ももっとたくさん見れるようにしてください。もっとマスター先生が来るを日本人の人に見てほしいです。お願いします。本当に面白かったんですよ。なんか歌もすごいし、踊りもかっこいいし、主人公がとにかくスター性溢れててめちゃめちゃかっこいいんですよ。なんかうわーみたいな、もうなんかもう体からこうなんか感動して、何かがこう感情がこう出ちゃってデトックスされて気持ちよくなって家に帰りました。映画を見た後、こんなに面白かったって思ってるのにまだ映画館で1回しか見てないんですよ。もっと見たいです。私このマスター先生が来るの音楽を今絵を描いてる時の作業 BGM にしてめっちゃリピートしてます。やる気が出てでも落ち着くんですよね。すごい歌もめっちゃいいんですよ。私もともと映画好きで1300本以上映画を見ているんですけど、インド映画はその中のたったの30本ぐらいしか見てないんですよ。最近数えたんですけど30本ちょっとしか見てなくて、30本しか見てない私の少ないインド映画の中の4本でも本当にご紹介してるやつはめちゃめちゃ名作だと思うんで、もっともっとインド映画が見たいんですよ。なので皆様もぜひインド映画がもっと見れるようにご協力よろしくお願いいたします。きっと RRR からインド映画の扉が開いた人ってたくさんいると思うんですよ。私は RRR 見る前からも実はそれなりにインド映画好きだったんですけど、でも何せ日本だと見れるインド映画ちょっと少ないんですよ。ぜひ皆様も面白いインド映画がもっと日本で見れるように字幕付きで声を上げていきましょう。一緒によろしくお願いします。もし日本で見れるインド映画でおすすめがあったらぜひ私におすすめしてください。コメント欄にお願いします。この動画が気に入ってくださった方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いつも見てくれてありがとうございます。画家と美術の先生のすみのでした。